今日はラテンとアフリカの音楽が混じる西アフリカ音楽のスタイルを解説するよ。アフリカは東西南北それぞれの方角で影響を受けた音楽が違う地域だよ。例えば北側の地域、北アフリカは音楽では中近東地域と同じグループになる。南アフリカは以前の動画で解説した通り西洋音楽の影響を強く受けているよ。そして今日のテーマの西アフリカはラテンアメリカ音楽の影響を受けているんだ。西アフリカには効果のあるスタイルが多い。でもスノだと大抵はラテン系音楽になる。ラテン系音楽のスタイルは中南米地域に大量に存在するから、西アフリカがテーマの今回の動画ではアフリカ要素が強いものを選んでみたよ。今日解説するスタイルはクワ、マンデ、ハイライフ。このスタイルがどんな曲を作るかインストとボーカル曲で確かめてみよう。3種類の西アフリカ音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。クワは打楽器の音がメインになる。そして人の掛け声が入るのが特徴だよ。ただなぜそうなるかはわからないけどダンスミュージックに近寄る効果がある。打楽器や掛け声の音が加工されて生の音っぽくならない欠点はあるね。西アフリカの鍵盤打楽器であるバラフォンも同じような効果のスタイルで、バラフォンはダンスミュージックにならない。ただ掛け声がなくて効果も弱い欠点はあるよ。マンデはコラの音が主役になるスタイル。コラはギターの仲間の楽器だよ。コラのスタイルでもコラの音は出るよ。でもコラは民族音楽要素がほとんどない。アフリカ音楽的な要素を出したいならマンデを使った方がいいだろうね。逆に民族音楽要素を入れたくなくてコラの音を使いたいだけならコラが適切。ハイライフは西アフリカのポップソング。19世紀から現代まで続いているジャンルだよ。このジャンルは時代の流れに合わせて曲調が大きく変化していったジャンルなんだ。スノではカリブやジャズバンド、ディスコの影響を受けた曲になりやすいかな。生成するたびに曲調が変わりやすいので狙った曲調を作りたい時には面倒なスタイル。逆にいろいろな曲に自然に混ざるので軽い南国要素を足したい時は便利だね。それじゃ次はこの3種類のスタイルをいろいろな曲と混ぜた時の効果を聞いてみよう。混ぜるスタイルはスムースジャズ、ドリルンベース、パンクロックにしたよ。盛り上がる青
3種類の西アフリカ音楽のスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。聞いての通り、西アフリカの音楽はラテン系のノリに強く影響を受けてるから、ラテン風、南国風にするスタイルとして使ってみると面白く使えると思う。もちろん他のスタイルをあまり混ぜずに西アフリカ由来のスタイルを多く使えば、今流れている BGM のようにアフリカ要素が強い曲を作ることもできるよ。それじゃまたね。